こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。最近人手不足ということもありまして、正社員雇用、一生懸命取り組んでいる企業も多いかと思います。ただ、正社員雇用をして安心していないでしょうか。東京都では正規雇用転換安定化支援助成金というのを設けておりまして、正社員に転換をした従業員がより活躍するための支援というのを行っております。今回、令和8年度の概要が公表されましたので、その内容についてご紹介をしていきます。令和7年度までは正規雇用等安定化支援助成金という名称でしたけれど、令和8年度から名称が少し変わりまして、正規雇用転換安定化支援助成金と名称が少し変わっております。今回の概要ですけれど、まずは正規雇用転換安定化支援助成金とはどのような助成金なのか、その原則、また加算項目というのもありますので、加算はどのようなものなのかについて解説をします。そして、東京都で行っている正規雇用転換安定化支援助成金というのは、厚生労働省が行っているキャリアアップ助成金の支給決定を受けている企業、従業員が前提になっていますので、参考までにキャリアアップ助成金の概要を少しご紹介をしていきます。また、この正規雇用転換安定化支援助成金は、通常の助成金と違いまして、申請スケジュールというのが設けられております。従いまして、いつでも申請ができるというわけではありません。申請期間というのは決まっていますので、そのスケジュールの確認をしていって、そして、この正規雇用転換安定化支援助成金申請をするときに、まずは企業で確認をしてほしい内容について解説をしていきます。まずは正規雇用転換安定化支援助成金ですけれど、原則についてご紹介をしていきます。まずは対象となるのは都内に雇用保険の適用事業所を置く、なおかつ国のキャリアアップ助成金、正社員コースの支給決定を受けた中小企業等ということになります。そして、この対象となる企業がどのような取り組みをするのかというと、対象の転換者に対しての取り組み、3ヶ月間になりますけれど、3つの取り組み、支援を行っていただくことになります。まずは、育成計画の策定。また、指導育成者、そしてメンターによる指導というのを行います。メンターによる指導は全部で3回以上行うことということになっています。そして、作成をした育成計画に基づいて研修を行っていただきます。こちらは、業務とは離れてオフ JT での研修、そして1回2時間以上のものを行っていただく必要があります。これによって対象労働者1名につき20万円が支給がされるということになっております。令和7年度までは最大3人までの申請60万円でしたけれど、令和8年度から拡充されまして、5名最大100万円の支給がされるということになっております。この助成金につきましては加算というのもありまして、令和8年度においては加算の内容が新しく一つ新設をされています。では、どのような取り組みをした場合に加算がされるのかということですけれど、加算は原則的な取り組みをする、その他にですね、新たに退職金制度を導入すること。また、新たに結婚、妊娠、出産、育児に関する有給の休暇の制度や一時金制度を導入すること。そして3番目が令和8年度に新しく新設をされた加算項目ですけれど、新たに介護支援に関する有給休暇制度を導入することということになっております。さらにですね、対象労働者の賃上げに対しても加算が設けられております。こちらは60円以上の賃上げということになっておりますが、東京都の最低賃金2025年10月から1226円になっていますので、この賃金を60円以上上回ることというのが条件になっております。そして加算の助成金額ですけれど、
1番目、2番目、3番目に関しては取り組みに対して各10万円が支給がされます。そして4番目の賃上げに関しては1人12万円、そして最大5名までという形になっております。このような形になっております。東京都のですね、この加算項目に関しては、制度導入の加算になりますので、実際に退職金を支給をした、または育児休業の有給休暇を取得させた、そういった実績までは問われないので、今後ですね、退職、出産、結婚、そして介護等を予想される企業に関しては、事前に制度導入をして準備をしておくことができますので、非常におすすめだと思います。では、この助成金は前提となるのはキャリアアップ助成金ですけれど、令和8年度のキャリアアップ助成金の概要もすでに公表されておりますが、別の動画でご紹介をしています。このキャリアアップ助成金は非正規雇用の労働者、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者のキャリアアップを促進するために、正社員化、そして処遇の改善を取り組みをした事業主に対して助成がされるというものになっておりまして、大きくは正社員化支援と処遇改善支援になり、コースとしては全部で6つありますけれど、この中、今回ご紹介をする助成金の対象となるのは、正社員化支援のうち、さらに正社員化コースの支給決定を受けた事業主ということになります。このキャリアアップ助成金の正社員化コース、令和8年度においては原則40万円の支給、そして一定の要件を満たすとさらに40万円という形になっております。またですね、令和8年度においては加算、情報公表加算というのも設けられておりますので、加算も新設されています。詳細はですね、別の動画をご参考ください。そして、この助成金ですけれど、申請時期が決まっております。全部で令和8年度においては6回設けられておりますが、第6回に関しての実績報告は、申請期限が短くなっていますので注意をしてください。従いまして、まずは交付申請受付期間に申請をする。そしてその決定をもらって、その後で3ヶ月間の取り組みをするということになっております。またですね、各会において予算の範囲を超えた場合は、年度の途中であっても申請受付を終了することがありますということになっておりますが、かなりですね、こちらに関して途中で締め切ったということを聞いたことはないので、十分に余裕はあるのかなというふうに思っております。従いましてですね、キャリアアップ助成金支給決定を受けている従業員がいる場合は、今回令和8年度いずれかの申請会に申し込んでいただき、そして取り組みをしていただければと思います。そしてですね、この助成金申請するにあたって、まずは企業で確認をしてほしいことというのがあります。一つ目は、時間外休日労働に関する協定です。いわゆるサブロク協定と言われるものですけれど、こちらはですね、法定時間を超える労働がある場合は、当該協定を締結、そして届け出をしていることというのが必要になっていますので、皆さんの会社の中の従業員、法定労働時間を超える労働があるのかどうか、そしてサブロク協定届出しているかどうかというのを確認をしてください。また、多くの企業では固定残業制を採用している企業もあるかと思いますけれど、その場合ですね、固定残業に含まれる時間、単価がですね、適正なものなのか、そして固定残業に含まれる労働時間を超えた労働があった場合は、超過分の支払いをきちんと行っているのかというところも確認をしてほしいと思います。そして、就業規則ですけれど、通常は10人未満の事業所においては、労働基準監督署に届け出をする必要はないという形になっておりますが、この東京都の助成金を活用する際にはですね、制度整備加算、特に利用する場合は、10人未満の事業所であっても、労働基準監督署への届け出及び受理員によって就業規則を届け出をする必要がありますので、企業で労働者代表を選出して作成をして提出するだけというわけではいきませんので、忘れずに労働基準監督署への届け出を行ってください。
またですね、今回この助成金の取り組み、1回2時間以上の研修というのを OFGAT で行わなければいけませんけれど、なかなか自社で研修が難しいという企業も多いかと思います。その場合はですね、東京都が別で行っております、キャリアアップ講習というのがありますので、ぜひこちらのサイトを確認の上、受講してみても良いかと思います。このキャリアアップ講習に関しましては、今回の正規雇用安定化支援助成金の研修の対象となりますので、ぜひ活用してほしいと思います。ではですね、自社でこの助成金申請をしたいと思った時にはどうしたらいいかということですけれど、まずは自社の状況、そしてですね、会社の規模や業種によって異なってきますので、現状確認をまずはしていただくという形になりますので、確認のポイントなどについては各専門家にご相談いただければと思います。専門家にですね、詳しい助成金の情報を聞いた上で、情報収集がまず第一歩だと考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。